こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日はタイ滞在中に習ったお料理や食べたお料理をベースに、日本でも作りやすくアレンジした本格タイ料理5品の作り方をシェアしていきます。まずはタイサラダを代表する一品、ソムタムを。基本のソムタムは青パパイヤを使って作りますが、日本では手に入りにくい食材ということで、今回はブロッコリーの茎を使って作っていきます。ブロッコリー2個の茎部分の皮を剥いて千切りにします。ソムタムはタイでは専門店があるほどポピュラーなお料理。専門店ではフルーツやヌードルがベースのものもあるので、青パパイヤにこだわらずに、その時に冷蔵庫にある食材、お好きな食材で作ってみましょう。人参3センチほどは千切りにして、ブロッコリーの茎の千切りの半分くらいの量になるようにしましょう。インゲン4本は2センチ幅程度に切ります。タイのインゲンは長く、日本のものより歯ごたえがありますが、サラダには生のまま入れます。今回も生のまま使用しますが、気になる方はさっと茹でるなどしてくださいね。ピーナッツ大さじ2は少し色がつくまで香ばしくからいりしておきます。焦げやすいので気をつけてください。ボウルに食材を合わせて、ドレッシングはまず梅干し中1個を刻んでペースト状にします。タイではタマリンドペーストというものを使いますが、日本では手に入りにくい食材のため梅干しで代用。ライムの搾り汁大さじ2、レモンだと味がやはり違うので、なるべくライムを使ってください。甜菜糖小さじ1、意外ですがタイ料理にはお砂糖が欠かせず、ほぼ全てのお料理に入ります。梅干しペースト、お醤油小さじ1と1/2分の1、鷹の爪半分は輪切りに。本来は生の唐辛子を使いますが、冬の季節など手に入らない場合は鷹の爪でよく混ぜ合わせます。野菜と合わせてよく混ぜ合わせます。ミニトマト4個を半分に切ったものを加えてさっと混ぜ合わせ、味を見て必要に応じてお塩を加えて味を締めます。使い道に困ることが多いブロッコリーの茎を使ったソムタム。タイ料理特有の甘辛酸っぱい味わいで野菜がたくさん食べられます。次にタイ料理といえば思い浮かぶお料理、トムヤムを作っていきます。タイ料理の三大ハーブ。この3種類はトムヤムの味わいに欠かせないため、通称トムヤムセットと言われていて、タイのマーケットでも3種類セットになってよく売られています。ライムリーフ、コブミカンの葉は独特な柑橘系の香り。レモングラス、ハーブティーなどにも使われるハーブで少し甘い香り。ガランガル、タイの生姜は独特なエスニックな香りのする生姜。日本と同じ生姜もタイにはあり、ガランガルとはお料理によって使い分けしますが、トムヤムにはガランガルがマストです。これらのハーブは日本ではアジア食材店からネット購入することができます。余ったら保存袋に入れて冷凍保存が可能です。レモングラスは上の部分5センチほどを取り除き、1センチ幅に斜め切りします。ガランガルは3切れほど薄切りにします。ライムリーフは太い葉脈を取り除き、適当な大きさにちぎります。タイの乾燥赤唐辛子、6センチから7センチの唐辛子で、小さな唐辛子に比べて辛みはそれほど強くなく、主に赤の色付けに使います。乾燥赤唐辛子1本を水またはぬるま湯に5分から10分つけて柔らかくします。ストーン製のすり鉢に米油などのニュートラルな油小さじ2と合わせてすりつぶしペースト状にします。すり鉢がない場合は電動ミルやフードプロセッサーを使ってください。今回トムヤムのメイン具材に使うのは玉こんにゃく。一度冷凍させて解凍させたものになります。冷凍するとリリースされる水分を絞り出すとスープの味が染みやすくなります。7個使っていきます。ブラウンマッシュルーム5個は小さいものはそのまま、大きめのものは半分に切ります。トムヤムのベースとなるお出汁はココナッツウォーターやベジブロスなどお好みのものをお使いいただければと思いますが、今回はお蕎麦を茹でた後の汁、蕎麦湯 400ml を使っていきます。蕎麦湯は少し飲んで捨ててしまう場合が多いと思いますが、コクがあってスープのベースに使うととても美味しいです。ぜひお試しください。中火にかけて煮立ったらトムヤムセットを入れます。香りが立ったらマッシュルーム、玉こんにゃく、お塩小さじ1を加えてマッシュルームに火が通るまで数分煮ます。甜菜糖小さじ1、ライム汁大さじ1を絞り入れ、用意しておいたチリペースト小さじ1を加えます。辛いのが苦手な方はここで辛さを調節してください。このままでも美味しくいただけますが、クリーミーにしたい場合はココナッツクリーム大さじ2を加えます。
トムヤムの具としては、タイでは玉ねぎが入っている場合や、より香りの強い種類のギザギザの葉のパクチーを刻んだものが入っていることもよくありました。お好みのアレンジで楽しんでくださいね。次にスープをもう一品、トムカーを作っていきます。トムカーはトムヤムと同じ風味で、真っ白なココナッツミルクベースのスープとなっています。そば湯またはお好みのベジブロス 200ml を中火にかけて煮立てて、トムヤムと同量のトムヤムセットを加えます。香りが立ったら薄切りにしたエリンギ小1個、5等分した厚揚げ小1個、塩小さじ1を加え、弱火でエリンギに火が通るまで煮込みます。ココナッツクリーム 200ml、 鷹の爪半分または生の唐辛子半分、甜菜糖小さじ1を加えて、ライム汁大さじ1を絞り入れます。ひと煮立ちさせたら出来上がり。きのこと厚揚げはおすすめの組み合わせですが、根菜もよく合いますよ。唐辛子を入れなければ辛さゼロでも作れるので、お子様にもぴったり、心からほっと温まるスープです。次に数あるタイカレーの中からレッドカレーの作り方をご紹介していきます。タイのカレー作りはカレーペーストを油で炒めるところから始まります。市販のペーストは化学調味料や動物性食材が入っている場合が多いので、今回はペーストから手作りしていきます。使用するのはタイの乾燥赤唐辛子、エシャロットまたは赤玉ねぎ、ニンニク、トムヤムセット。本来はライムリーフではなくライム、実の皮を使いますが、トムヤムセットのライムリーフを活用します。パクチーの根っこ、お塩、クミンシード、粒胡椒、パクチーの種、コリアンダーシードです。コリアンダーシード大さじ1とクミンシード小さじ1はから煎りして香りを立たせておきます。すり鉢に粒胡椒小さじ1、塩小さじ1、から煎りしておいたコリアンダーシードとクミンシードを加えて細かくなるまですりつぶします。みじん切りにしたレモングラス大さじ1、みじん切りにしたガランガル小さじ1、パクチー1束分の根っこ、太い葉脈を取り除いたライムリーフ4枚分を加えてすりつぶします。最後にみじん切りにしたエシャロット大さじ2、みじん切りにしたニンニク大さじ2、種を取り除き水で柔らかく戻しておいた乾燥赤唐辛子4個を加えてペースト状になるまですりつぶします。すり鉢は時間はかかりますが、少量でもよく混ざって作りやすいです。カレーペーストはすぐ使えますが、1日冷蔵庫で置いて味をなじませるのがおすすめ。冷蔵庫で2週間程度保存でき、使い切れなかった分は冷凍保存できます。いよいよカレーを作っていきましょう。お鍋に米油などのニュートラルな油大さじ1を中火で熱し、カレーペースト大さじ1を加えて炒めます。香りが立ったらココナッツクリーム 125ml を加えて混ぜながら煮立たせます。うすうすとしてきたらパイナップル4切れを2等分したもの、トムヤムでも使った冷凍玉こんにゃく6個、水 125ml とココナッツクリーム 125ml またはココナッツミルク 250ml、 砂糖小さじ1、塩小さじ1/2を入れてクリーミーになるまで煮詰めます。最後に細切りにしたライムリーフ2枚を入れさっと混ぜ合わせて、ライムリーフの香りが立ったら火を止めます。カレーに欠かせないタイ米の炊き方はとっても簡単。さっと水洗いしたタイ米と同量のお水をお鍋に合わせて中火にかけます。今回は2合のタイ米なのでお水は 360ml です。蓋をして湯気が出たら弱火にして10分炊きます。火を止めて蓋をしたまま10分蒸らせば出来上がり。タイのご飯はお椀ではなくお皿に盛ってスプーンとフォークで食べます。レッドカレーの具もお好みですが、パイナップルのトロピカルな甘みと酸味でとっても美味しく仕上がります。香り高いタイ米のご飯との相性が抜群。たくさん召し上がれ。最後にカレーで使ったパイナップルと食べきれなかったご飯を使って、こちらもタイではおなじみのパイナップルフライドライスを作っていきます。トマトは皮を剥いてバラのデコレーションに使っていきましょう。皮を剥いたトマトは1/4を種を取り除き小さな一口大に切ります。カシューナッツ大さじ2は少し色づくまで香ばしくから煎りしておきます。フライパンに米油などのニュートラルな油大さじ1を中火で熱し、玉ねぎ小1/4個を大きめのみじん切りにしたものを加えて透き通るまで炒めます。
タイ米の冷やご飯、お茶碗大盛り1膳、塩1つまみ、カレー粉小さじ1/2、砂糖小さじ1/4を加えて炒め合わせ、パイナップル3切れを2等分したもの、切っておいたトマト、から入りしておいたカシューナッツを加えて炒め合わせます。真ん中を開けてお醤油小さじ1を垂らし少し焦がしてから全体的に混ぜ合わせます。最後にみじん切りにした万能ネギ大さじ1を加えて火を止め、混ぜ合わせれば完成。ミックスベジタブルを加えたりソイミートを加えてボリューミーにするのもおすすめです。カレー粉を使ってとっても簡単にできますが、デコレーションを加えるとレストラン風になっておもてなしのお料理にもいいですね。いかがだったでしょうか。今回は日本でもおなじみの食材を活用した本格タイ料理5品の作り方をご紹介していきました。このほか緑鮮やかなグリーンカレー、お野菜たっぷりのイエローカレー、タイとインドのフュージョン、スパイス香るブサマンカレーの3種類のタイカレーの作り方をご紹介するオンラインクッキングを開講します。詳細は概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。今日もご視聴ありがとうございました。それでは See you next time!